こんにちは、みえこです。今日はこんな形のポーチを作りましたよ。あずま袋の形と同じです。あずま袋もパッチワークで作るとこんなにしっかりしたポーチになりますよ。それでは作り方をご案内しますね。もう材料これだけです。3.5 センチ幅の布を用意してくださいね。そして中央に16枚の正方形を並べます。ちょっとだけ配色考えるといいですよ。そしてこれを全部縫います。縫い代は7ミリで縫いましたよ。このように作ったら一度プレスします。そしたら接着芯を用意します。中央に印をつけます。そして先ほど縫ったものをここに置いて、順番にログキャビンの方法で布を縫います。これもまた7ミリの縫い代で縫いましたよ。順番に接着芯の外側まで縫います。ストライプの布で一周縫ったら、その後違う色でやるとポイントができて面白い作品になりますよ。もちろん全部同じ色で縫っても大丈夫です。赤い布も2回縫ったら接着芯の端まで到達しますから、それで一つのパターンが完成しますよ。
はい、パターンが一つできましたよ。そしたらキルト芯の上に重ねてプレスします。接着します。そしてカットして次に裏布を用意します。キルトラインをつけてキルトしますよ。大きい運針でただ縫っただけで OK です。ミシンで縫ってももちろん OK ですよ。はい、できました。そしたら余分なキルト綿をカットします。それを3枚作ります。一色違う色にすると面白いですよ。お試しください。そしたら赤い布1枚と白い布1枚の2辺だけミシンで縫います。そしたらこのように重ねてミシンで縫います。下手に入っていますよ。ピースとピースを縫った後に必ず縫い代を隠すように縫います。端はこのように縫い止まりしてあります。次に赤と赤を縫います。ミシンで縫ったら縫い代は裏布で隠してくださいね。そしたらもう一度赤と赤を合わせて縫いますよ。もちろん縫い代隠してくださいね。次はこのように折って残っている部分を縫います。白と赤を縫う感じですね。縫い代が見えないときはカットしてから縫っても大丈夫ですよ。その後必ずこのように縫い代を隠すように裏布で縫ってくださいね。そして縫えないときは途中でストップします。そしてきれいに裏布を折ってからこのように端だけ縫いますよ。両方ね。そしたら今度ボタンつけます。何でもいいので大きめのボタンつけてくださいね。裏側はリボンをつけました。そしてこの上の部分ですね。中に布を折ってから
そこにボタンをつけると綺麗な形にできますよ。このようにできました。カバンみたいなポーチですね。小さめのカバンにもなりそうです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。